その上で処方箋。ニーナちゃんね、今は学生さん、16歳なので、その寂しさっていうものの寂しいエネルギーを友達いないんだったら余計勉強に向けなさい。で、何が科目で好きかどうかわからないね、いろんな科目がある中で全部が好きじゃないっていう人も中にはあるんだけど、ニーナちゃん何が得意な科目かわかんないけども、得意とか得意じゃないとか好きとか好きじゃないんじゃなくて、今一番成績がいいもの、その中でもね、一番いいものでもいいし、自分が好きなものでもいいし、なんか自分が興味を持ってるものでもいいし、なんかこの先生好きだなっていう先生の科目でもいいので、とにかくね、勉強しよう。勉強しよう。で、どういうことかって言ったらね、力をつけないといけないんです。将来が不安であればあるほど、寂しいんであればあるほど、将来自分が寂しくない自分、自立した自分、万が一親が離婚しても何とか自分で生きていくということができる自分、そういう自分になるということが、ニーナちゃんに限らず全ての人たちにとって最も基本的な大切なことですよね。で、そのために学校があり、親がいるんです。教育の最大の、親の最大の、先生たちの最大の教育の目的というのは、子供を自立させることなんです。ニーナちゃんはもう16まで来てる。自分の足で自立していくっていうところの準備を自分なりにも進めてほしい。そのためには力をつけなきゃいけない。何でもいいけれども、まずは勉強、ね、力をつけてください。で、処方箋として今一つ言ったんですけど、力をつけるっていうこと、それともう一個ね、自分の心を清らかに保つっていうこと、この2つをとにかく自分に言い聞かせてください。いいですか。勉強して力をつける。2つ目、自分の心をきれいに保つですか。この2つを処方箋としてニーナちゃんに伝えます。その処方箋を飲むか飲まないかはあなたの選択。私は強制できない、ね、抽象的な言葉でごめんね。でも何でもいいから自分の得意技を身につけて、そこを突破口にして自分の人生を切り開いていくという力を身につける。これは絶対欠かせないから、寂しいということを言い訳にしないでそこに向かってほしい。それともう一つ、自分の心をきれいに保つっていうこと、ね、この2つを自分に言い聞かせて努力してほしいんですね。でね、なぜかって言ったら、さっき言ったように力をつけるということは自分を将来助けるからです。今自分が勉強していることによって将来がどんな風になるのかっていうことを想像できなくていいんです。ただ必ずね、何でもいいけれども何か一つをできなかったこととか、今これぐらいできていることをこれぐらいできるようにしようと思ってできるようになるということは、勉強をどういうふうにしたら自分自身が力がつくかっていうことの学習なんです。これが国語であっても算数であっても何であってもいいんですよ。ダンスだっていい、歌だっていいの。そうでしょ。算数の勉強と自分が歌が好きで歌が上手になるっていうことはどっちが上も下もないんですよ。勝手に世の中の一部の大人が算数のとか英語の成績の方が音楽よりも成績がいいことが、音楽が得意なことよりも上だって決めてるだけの話で、社会に出たら関係ないよ。力つけたもんが一番評価される、ね、だけれどもやっぱりね、自分が生きていくということは、自分が力をつけるということは、自分が努力をして身につけた何かしらの力、技術、能力を持って他の人ができないことを助ける、他の人に感動を与える、他の人にサービスを提供する、商品を提供するということによって他の人から評価をいただいて、ありがとうって言って対価をいただく。それが将来の仕事なので、どんな仕事に行こうかそれはもう分かりませんけれども、必ずね、全然関係ないようですけど自分ができることをちゃんとやって力をつけていくと、ここからね、ある時思わぬ人に出会って、思わぬ出来事に出会って、そこから次に
そっから次に行って、もうね、昔あんな風に思ってたのに今全然違った人生を歩んでる。でも幸せっていう時が必ず来るんです、ね、だから何でもいいから、何でもいいんですよ。今自分が関わっていることの中で力を必ずつけなさい。これをニナちゃんだったらできるはず。これもやらなかった人は僕は救ってあげられないし、アドバイスできなくなっちゃうんです。いいですか。何であってもいいですよ。国語であっても理科であっても何でもいいの。でも一個突破口を見つけて力をつける、ね、でもう一個、心を清らかに保ってくださいという話をしました。でこれはね、心の清らかさって何かって素直さです。素直さ。素直な子は必ず助けてくれる人が出てくる。自分が何かを勉強しようと思った、自分が何かを学ぼうと思った、自立するための力をつけようと思った、だ絶対先生がいるんですよ。そうですよね。自分一人でできることもありますけれども、自分よりもより上手にその世界でうまくね、もう先に行ってる人から教えてもらう方がはるかに早いんです。でその時にね、自分が素直に先生の言うことを受け止めたり、気持ちよくその先生の宿題をこなしたり、そういう心の清らかさ、素直さというものを持っている人は必ず助けてくれる人が出てくる。親に限らず。でも他人の悪口ばっかり言ってて、批判ばっかりして、素直ではなくて頑固で、誰も教えたくないでしょ、そんなやつ、ね、媚びを売るっていうことじゃないんです。素直であるっていうことは、自分のくだらないプライドを捨てるっていうこと。これ大人になってもできない人がいる。でもきっと16歳のニーナちゃんなら必ずできるはず。絶対助けてくれる人現れるんです。もし現れないとしたら、それは自分の心の中に素直さがないから、ね、処方箋として2つ言いました。力つけなさい。素直、それを絶対忘れないで、ね、必ず16歳の女子を助けてくれる人が出てくる。1個だけニーナちゃんに気をつけてほしいことを伝えます。16歳の女子が寂しき時、世間にはね、そういう寂しさっていうものを利用しようとするやつもいるのね。その寂しさっていうものがちらりと、そういったね、よこしまな心を持った人に触れた時に、ニーナちゃん利用される、そういうやつも出てくるから、そのことは忘れないでね。あるいは体目的で近づいてきたり、あるいはその寂しさっていうことを利用して金儲けをしようとしたり、あるいはその寂しいっていう、強烈に寂しいっていう気持ちをねにつけ込んで騙そうとしたり、変な方向へ引っ張っていこうとしたり、そういうね、利用しようとする人が世の中には残念ながらいる。16歳の女子がどれだけ寂しい思いをしているかっていうことを知って利用しようとするやつがいる。だから賽の角のようにただ一人歩め、その言葉を壁に貼って自分のお守りとしてほしいんです。今の寂しさを一歩でも脱ぎ捨てた時に、全部は拭えないかもしれないけれども、寂しさレベル100から寂しさレベル70ぐらいになってきた時に、必ずね、そのタイミングで素直であり努力しているニーナちゃんを助けようと、力になろうとする人が必ず出てくる。それ予言しとくよ。必ず出てきますね。だから処方箋、それからお守りの言葉、ただ一人賽の角のように歩めって、お釈迦様の言葉だから間違いないから、私もそのことを頼りにしてきてやってきて間違いなかったと思ってる、ね、お守りと処方箋を大切に受け取ってください。最後に一個だけ例え話をします。私のもうずっと昔に亡くなった、これね、私が5歳4歳もっと前だね、4歳になる前に亡くなったおじいさんの話です。
私のおじいさんが実はある夫婦が子供を育てきれなくて、貧乏でね、子供を育てきれなくて、自分の子供の一人をお寺へ預けたんです。それが私のおじいさん。そこからですね、おじいさんがお坊さんになって、私の師匠であり父親がお坊さんになって、私も子供として生まれてお坊さんになったんですね。けれども私のおじいさん、昔はそういう子結構いたんです。家が貧しいがためにね、子供がまだちっちゃい段階でよそ様へ預ける、あげちゃうってことです。子供を労働力として。で、私のおじいさんはそういった形で6歳か7歳ぐらいの時にあるお寺にねもらわれてきたんです。で、当時のお坊さんって再退してなかったので、再退っていうのは奥さんとか子供も結婚が許されてなかったので結婚してなかったんですよ。だから男の年取ったお坊さん一人だけのところに6歳の男の子がもらわれてくるわけですよ。そうするとね、当時のお坊さんって子育てしてないので子供っていうものを知らないんです。言うこと聞かなきゃぶん殴る、ね、殴られたり叩かれたりして育つわけですよ。で、これ近所の人から聞いた話なんですけど、あんたのおじいさんをね、もう毎日お寺の外にお地蔵さんがあるんですけど、そのおじいさんが育ったお寺の外にね、門の外に、その毎日そこを通ると夕方になるとね、そのお地蔵さんに抱きついて毎日泣いてたよっていう話をご近所の方から聞いたことがあるんですね。想像してみてください。6歳の男の子が一番親子おいしい時に家族から離されてもらわれていって家にも帰れないね。当然自分で歩いて帰れるような距離のお寺に預けるわけないからね、帰ってきちゃうから、もうどっちの方向行っていいか分かんないっていうのは遠いところへ結局預けるわけですよ、ね、あげちゃうわけですよ。でそこでこき使われてね、子供の心なんか分からない昔のお坊さんね、子供を育てたことがないから分からないですよ。悪い人だからっていう意味じゃなくて、子供を育てたことがないから子供の気持ちなんて分からない。どういう子供が様子をって、自分の子がいないからね。でそういうところに育てられて、毎日お寺の外のねお地蔵さんに抱きついて「お母さんどこに帰りたい帰りたい」って泣いてたっていう、もう本当にね想像すると辛いですよね。である時ね、お師匠さんがきつねうどんを注文して、うどん屋さんがこう自転車で運んでくるわけですよ。今みたいな車なんかないから。そうするとそれを小僧さんである私のおじいさんがこうやって「分かりました、お師匠さんにお渡しします」って言ってこうやって運んでいくわけですけども、お盆かなんかにこう乗せるのか持ってったのか分かりませんけど、やっぱりね6歳の男の子ですよ。きつねうどんの上に乗ってる油揚げとかうどんが欲しくてたまらないわけで、それをね、そんな小さい子だったら小さい子の分も注文してあげると思うんですよ、今だったら。でも当時本当に食べ物が貴重な時期で、そのお師匠さんのお坊さんが食べるっていうことで、そんな小僧はそんないいもの食べられないわけですよ。でそれをねお師匠さんのところに行く時にどうしても耐えられなくて、ちょっとだけなら大丈夫だろうと思って油揚げをかじったところを隠してお師匠さんに差し上げた。そしたらね、当然食べて「お前これかじったな」って言ってぶん殴られて、また叱られて、でまた門の外のお地蔵さんのところへ行って泣いてる。でそんなことがあったり、あるいはねもっとねひどい、やっぱりこう私のおじいさんをお寺に預けたご両親がやっぱり心配をして時々手紙を送ってくるわけです。でそれがね自分の親からだってことが分かったんですよ。だんだんちょっと大きくなってくると、自分のお父さんからお母さんから手紙が来てる。でも6歳で預けられているので、なんですかね、ちょっとずつお寺で読み書きをやるんですけれども、だんだん読み書きできるようになってきて親から来たってことは分かる、ね、だけれども中身封を開けて読むわけにいかないわけですよ、ね、読むわけにいかない。で手紙っていうものを郵便屋さんが持ってきて、お父さんお母さんから手紙が届くんだってことが分かった。だから自分もお父さんやお母さんに帰りたいっていう手紙を書けばいいんだっていうことを知恵をつけてね分かる年になったんですよ。
で一生懸命ね、近所のおじさんにもらったかお師匠さんのところから盗み出したか分かりませんけれども、筆でねお手紙を書いて郵便屋さんにそれを託したわけですよ。手紙を切っても多分お師匠さんのところから取ったか分かんないですけど、ところがその手紙が戻ってきちゃった。なぜか。手紙の書き方なんか習ってないわけですよね。だもんだから自分の親から来た手紙っていうものをそのまんま書き写した。だから宛名がおじいさんの預けられたお寺になってて、裏に親の名前を、住所とあれを書いてるわけです。手紙の書き方を知らない、封筒の書き方を知らない。だもんだから一生懸命切って貼って手紙書いて、やっと覚えた文字を並べてね、なけなしの文章で帰りたい帰りたいって書いて、それを投函したのに帰ってきちゃって、お師匠さんにまたバレて折檻です。叱られた。さらにお父さんが亡くなったんですよ。で父危篤、もう危ないってなって亡くなる前、危篤帰れっていう電報が来たんです。ところがちょうどお寺がその時お盆の時で、お師匠さんは貴重な働き手が一番忙しいお盆の時に帰られちゃったら困るもんだから、お盆のその一番忙しい時が終わってからその電報を見せたんですって。やっと親の葬儀に行った時にはもう死んでたね、葬儀だから。だからもう親の死に目に会えなかった。でそれをね、おじいさんはもう恨みというよりもやっぱり親っていうものに対しての思いがよっぽどあったんでしょうね。昔の人なので、そういった親からもらった手紙とかそういうのが全部取ってあるんですよ。でもそれはボックスに入れて取ってあるんじゃなくて、屏風っていうのかな、ちょっとしたこうついたてにきれいにそれを伸ばして、なんかこう手紙を貼ってあるんですよ。でそれに火鉢に当たりながらその手紙を見て、親っていうものに自分の寂しさをね、その手紙を読みながら親の存在を感じてた。そうやってもう6歳の時に親から引き離されて、そして親の死に目にも会えずに、でもね、なんとかその後25、6歳になってから、中学に行ってるんですね、私のおじいさん。で中学、旧制中学なので今の高校にあたるところ、だから新卒の学校の先生で大学出てね、新卒の先生よりも年ですよ。でひげ生やして中学に行ってたっていうおじいさんですけど、そこから一生懸命努力して勉強して、そしてまあ最終的には今私がいるこの福厳寺というところの住職にまで成り上がったっていう人です。まあちょっとね、私のおじいさんで身内の話になってしまうんですけれども、決して完璧な祖父ではなかったね。いろいろだ。でもその小さい時にね、そうやって親から引き離されて、でもね力をつけて、お坊さんの世界結構大変です。でそこで力をつけて、賽の角のようにただ一人歩んで、最後はねお寺の一家寺の住職として多くの人たちに信頼を得て、お坊さんとして立派に亡くなっていったという人です。例え話としてニーナちゃんの参考になるかどうかは分かりませんけれども、昔はねそうやって親っていうものが戦争で早く死んでしまったり、貧しさゆえに捨てられてしまったりね、よそへ預けられてしまったりっていう人たちがいっぱいいた。でもそういう人たちは逆にそういう経験があったから早く自立をして、また幸せな人生っていうのを歩んでたりします。だからどうかね、今自分がそうだからといって将来絶望っていうことは全然ないんです。誰もが経験をしていく脱皮、ね、親に守られて育ってきたというその温かな環境っていうものを脱ぎ捨てて、これから自立していく
力をつけなさい。そして心を素直に清らかに保つ努力をしてください。才の角のようにただ一人歩めということをお守りとしてください。きっとね、ニーナちゃん必ず助けてくれる人、友達というものも含めてね、現れてくると思います。